こんばんは、小田レモンです。ソニーのウォークマン NW-A50 を購入して約3ヶ月経ちました。今回はこのウォークマンの使用感についてレビューしようと思います。まずは良いところから。ノイズキャンセルが優秀です。他のメーカーにもノイズキャンセル機能は搭載されていますが、ソニーのノイズキャンセルは中でも優秀な方だと思います。ノイズキャンセルは強度を選びます。僕は普段12で使っているのですが、周りの音はだいぶ抑えられています。むしろ危険なレベルかもしれません。モードはフルオート以外に電車バス、航空機、室内と4種類選べます。普段使いならフルオートで十分だと思います。見た目が良いです。A50 シリーズは5種類のカラバリがあります。どれも落ち着いた色味で好感が持てます。質感も高級感あって値段相かそれ以上の作りを感じます。別売のケースと合わせてもいい感じです。バッテリーの持ちが良いです。実動9時間ぐらいでしょうか。もちろんノイキャン状態での数値です。内部メモリーにある音楽を再生しています。平日の通勤なら週末に充電するだけでギリ持つのではないでしょうか。ただし残念なところでも言いますが、Bluetooth レシーバーで使用していると悪くなります。ケーブルが絡みにくいです。少々見にくいかと思いますが、微妙に縦の筋が入っているのがわかりますでしょうか。この筋のおかげでケーブルが絡みにくいです。地味に嬉しいポイントだと思います。YouTube、サウンドクラウド、ラジコなどスマホからの音をノイキャンとイコライザー等の処理がついた状態で聴けます。音楽はウォークマン側で調整でき、簡易ではありますが、再生と送りの操作もできます。YouTube に関しては若干の遅延を感じますが、許容範囲内かと思います。気になる方は店頭で確認しておきましょう。Bluetooth イヤホンが使えます。Bluetooth 対応なのでお好きな Bluetooth イヤホンを使用できます。接続方式は SBC、LDAC、aptX、aptX HD の4種類。ただし、指定のイヤホン以外だとクリアフェーズ機能は使えなくなるので注意です。マイクロ SD が使えるのも良いです。僕は一番容量が少ない 16GB のモデルを購入したのですが、意外と埋まってしまいました。しかし、マイクロ SD に対応しているので、内部メモリを送ってしまっても問題ありません。ソニーといえば独自規格で縛ってくる印象でしたが、汎用性の高いメディアを採用してくれたという点でここはかなり高評価できます。充電ケーブルに互換性があります。充電ケーブルはおよそ10年前に発売されたウォークマンのものと互換性があります。どうでもいいところですが嬉しいポイントです。もちろん付属で付いてくるので別途買う必要はありません。物理ボタンがあるのも良いと思います。ウォークマンは iPad のように画面を消してもタップで起動するということがありません。ですが、再生や曲の送り、音量、ホールドはすべて物理ボタンが用意されているので、潜らずに操作できます。良い設計だと思います。USB ダックとしても使えます。パソコンにある音楽をウォークマンの音質で聴けます。ミュージックセンターで聴くと DSD 音源などを DSD として再生してくれるので、曲本来の音が楽しめます。Mac にも対応しています。動作が少々不安定ですが、フラッグも DSD も再生を確認しました。音質のカスタマイズ性が高いです。ある程度音にこだわった機種のためか、音質を細かに調整できます。まず、付属のイヤホンとそれ以外で分かれます。付属のイヤホンだとクリアフェーズの機能が使えます。ですが、これ以外のイヤホンやヘッドホンだとクリアフェーズのほか、ノイズキャンセル、外音取り込み機能が無効になるので注意してください。Bluetooth イヤホンも同様です。特にクリアフェーズは音の出方が変わってきます。気になる方は店頭で確認してみることをお勧めします。続いて各種音質設定。これはクリアオーディオオンオフで分かれます。クリアオーディオをオンにするとイコライザーや DSE-HX などのエフェクトがすべて無効になり、クリアオーディオ処理のみを施した音になります。説明にはデジタル信号処理の効果を1回の操作で簡単に設定できるとあります。この処理の中身がわかりませんが、少なくとも DSE-HX の機能は無効になっているようです。二重にかかるからなのか、それとも完全に無効になっているのかは謎ですが、
もしクリアオーディオオンの状態で音の良し悪しを決めようとしていたら、それは少々かもしれません。店頭で音を確かめる際は、クリアオーディオをオフにして、自分好みの音を作れるかを細かくチェックした方がいいと思います。クリアオーディオをオフにすると各種設定ができます。以下の項目はオンオフのみです。イコライザーはオフと5種類のプリセット、それから2つカスタムを当てることができます。60Hz、400Hz、1kHz、2.5kHz、6.3kHz、16kHz の6つを調整できます。プラマイ9まで上下可能です。VBT は4種類用意されています。こちらはプリセットを選ぶのみで数値はいじれません。VBT は今まで僕はオフ派だったのですが、本機のスタジオのプリセットがなかなかいい感じで気に入っています。今まであからさまな加工が目立っていた VBT ですが、スタジオのプリセットだけは好認証です。否定派だった人もぜひ試してみてください。はい、というわけでここまで良いところをざっと上げていきました。それでは次に残念な箇所を上げていきたいと思います。Web データにジャケットがつきません。以前のウォークマンにはついていたので、ここは残念です。Bluetooth レシーバーの接続の時、自動でつながる時とつながらない時があります。スマホ側で接続してあげればつながってくれるので問題はないのですが、できれば毎回自動でつながってほしかったです。Bluetooth レシーバーの時、バッテリーの減りが早いです。実像3時間ぐらいでしょうか。2日使ったらもう充電したいレベルです。LDAC の接続だからかもしれませんが、如実に減りが早くなるので、こちらも残念ポイントです。これはしょうがないと思います。付属のクリップが取れやすいです。引っ掛けるだけの簡単な構造なので取れやすいです。使わない人は箱に直しておくのがいいでしょう。反応がちょっと鈍いです。ボタンだと 0.5 秒くらいの遅延があります。スクロールもぬるぬる動く感じではないです。スマホに慣れているともっさり感は否めないかなと思います。スライダーが動かしにくいです。ノイズキャンセルのレベルやイコライザーを動かすにしても小さな点を操作するのですが、たまに反応してくれなくてもどかしい思いをします。指や手が大きい人は扱いづらいかもしれません。動画ではすでに貼っているのですが、本来画面はもっとツルツルしています。ですが、指紋が結構残るので、保護フィルムを貼ることをお勧めします。USB DAC の遅延とノイズキャンセルオフ、ワイヤレス無効。DAC というものを僕は初めて利用するので、そういうものなのかもしれません。遅延には理由があるようで、公式に書いてあります。曰く、非同期方式により、USB 転送時に発生するジッターを極小化することで、高音質を実現するためと。非同期ということは、ブラウザを開いて YouTube を見るというのは使用用途ではないみたいです。なので、この USB DAC 機能は、あくまでパソコン内にあるハイレゾ音源をハイレゾで聞くためのもののようです。そういう用途でなら全く不満はないのですが、オーディオインターフェース的なものを想像していたので当てが外れました。ちなみに USB DAC 中はノイズキャンセルがオフになります。あと Bluetooth イヤホンも聞けません。有線イヤホンしか使えないので注意してください。パソコン用のソフトがいまいちです。USB DAC として DSD 音源を聞こうと思ったら足用に設定しないとそのままで出力してくれません。Mac はよりひどくて右上のスピーカーからちょいちょい割り当てし直さないと流れなかったり、プレイヤーの UI が簡易すぎたりでちょっとなぁという感じです。使えるってだけで多用するようには作られていないような気がします。はい。ということで、ここまで残念ポイントを上げていきました。今回の簡易レビュー、まとめるとご覧の通りになります。致命的な欠点はないので僕はおおむね良いと判断しています。皆さんはいかがでしょうか？エンディングです。肝心の音そのものの評価に関しては主観によるところが多いので何とも言えないのですが、個人的には非常に満足しています。特にノイズキャンセルの性能は着実な進化を感じます。この NW-A50 は手頃な値段でソニーの作る音を楽しみたい人向けだと思いました。音に関しても今までただ高音質ばかりを歌っていましたが、ファイナルプロセッサーなどを取り入れることで一味違う音楽体験を味わうことができるようになりました。これは良い流れだと思います。というわけでソニーのウォークマン NW-A50 のレビューでした。以上です。